ゆっくりレ夢ムです。投稿主、改めてヨウムです。この動画では、バイオリン弾きの私が、弦楽四重奏曲第77番、皇帝の解説をします。よろしくお願いします。ちなみに、自己紹介は上の通りです。興味のある方は動画を止めてご覧ください。それでヨウム、今回は四重奏の作品なのね。そうです、実は私、クラシックの中でも弦楽四重奏曲が一番得意なのです。そうだったの？もっと早く紹介すればよかったのに。それはですね、見てくれる人が誰もいなさそうだと思ったからです。超リアルな事情。しかし、少ない人でも、弦楽四重奏曲の魅力をお伝えできたらと思いました。この、皇帝は私も大好きで、ぜひおすすめしたい曲です。それでは、ゆっくりしていってね。それでは、ハイドンの人物像を簡単に紹介します。ハイドンは1732年から1809年に活躍しました。古典派の時代の作曲家です。クラシック音楽の形式が確立した時代です。出身はオーストリア。当時の音楽家は貴族に仕えて生計を立てていました。ハイドンも、生涯の大半を、エステルハージ家に仕えました。このため、エステルハージの公爵や、楽団員に向けた曲など、多くの検定作品が残っています。その数、600曲以上です。弦楽四重奏だけで68曲あります。いや多すぎやろ。これだけ作曲してたら、腕もすごいことになるわね。はい。彼の豊富な経験による作品は、後の作曲家が参考にし、交響曲、弦楽四重奏曲の父、として、今でも尊敬されているのです。では、皇帝のバックストーリーをお話ししましょう。どんな背景があったのかしら。この曲が作られたのは1797年。ハイドンが65歳の時の晩年の曲です。この曲には、ぜひ知ってほしいキーワードがあります。それは、こちらです。神よ、皇帝フランツを守りたまえ。これは何？これは、ハイドンが作曲した、旧オーストリア帝国祝歌。転じて、現ドイツ国歌となっています。ドイツ国歌の元はハイドンが作ったの。そうなのです。当時、彼の故郷オーストリアは、ナポレオン軍の侵略に脅かされていました。そこでハイドンは、故郷の人々にオーストリアの誇りを取り戻させ、励ますために祝歌を作曲したのです。そして後日、この旋律による弦楽四重奏曲も作ったのです。人々を勇気づける歌が転じて国歌になって、そして弦楽四重奏にも繋がったのね。この弦楽四重奏曲は、後にハイドンの最高傑作と評され、皇帝の名を冠しました。また、ハイドン自身も、この作曲に大きな意義と自信を抱き、満足感を持っていました。後日、彼が重い病に苦しんだり、創作に悩んだりした時には、この曲をピアノで弾いて、自信を取り戻していたそうです。それだけ勇気づけられる旋律だったのね。さて、今回のポイントをまとめると、この通りです。ちなみに、この曲は、LDD 四重奏曲集、という、6曲のセットの一部に収められています。LDD 四重奏曲集には、皇帝、以外にも、5度、日の出、といった名曲が揃っています。皇帝、が好きでしたら、他の作品もぜひ聴いてみてください。ではいよいよ、曲の中身に入りましょう。第一楽章です。堂々とした幕開け。はつらつとしていますよね。実はこの冒頭の音、面白くて。音名で表すと、先ほどの祝歌。神よ、皇帝フランツを守りたまえ、の頭文字になっています。こんなところにも、ちょっとしたユーモアを感じますよね。もちろん、それ以外も魅力に溢れています。ギャロップ風のリズムや、裏拍を活用して躍動感をつけたりと、活力に満ち溢れた楽章です。第二楽章。神よ、皇帝フランツを守りたまえ、による、変奏曲です。本当だ、さっき聞いたのと同じ旋律ね。この旋律は、計5回演奏されますが、その度に楽器が入れ替わるのです。
まるで、4本の楽器が姿勢を持って会話するように紡がれます。第3楽章。王道のメヌエットです。舞踏会みたい。踏み込みの鋭さが特徴ですね。よくある間奏の楽章ですが、この格式高い雰囲気が気持ちを切り替えてくれます。第4楽章。この楽章だけすごくシリアスね。暗い航路を、時には決然と、時にはさまようように進みます。しかし、最後には光を見つけられたか。波長調に戻り、明るい意志を持って完結するのです。この、途中まで暗いが、最後に明るく転じる技法は、後のベートーベンやブラームスに影響を与えています。心を奮い立たせてくれる終わり方ね。最後はぜひご自身の耳で聞いてみてください。ヨウム、この曲は弾いたことがあるの？バイオリンとビオラであります。演奏者としてはどんな感じ？とても楽しくて、腕前問わずおすすめです。技術難度が程よいので、中級者も練習すれば弾けますし、もちろん上級者も楽しいでしょう。万人におすすめできる曲ってわけね。あと、軽い曲が好きなチームにもおすすめです。軽い。特に古典派の曲の難点として、低音の出番が少ないと思われがちですが、ハイドンに関しては低音も充実しています。これは、彼が弦楽四重奏において、4つの楽器の対話を目的に作曲していたからです。いいじゃない、軽さと充実感、両方あるってわけね。なのですが、後の作曲家と比べると、やはり単純明快なので、上達した人ほど選ばれにくいのです。曲を決めるときも、ハイドンはどうかな？ハイドン、つまんなそう。せっかくならベートーベン、ブラームスやろうぜ。ベートーベン中期やりたいです。まあ、せっかくだし挑戦したいよね。じゃあ、ベートーベンやろっか。と、演奏者の差がで、難しい曲にチャレンジしたくなるのです。これは私も同じです。まあ気持ちはわからんでもないわ。せっかくの機会だしね。そうですね、室内楽はいつでもできるわけではないので、やりたい曲をやるのが一番です。ただ、腕前に自信がある人こそ、ハイドンの魅力を知ってほしいです。先ほど言ったように各パート充実していますし、技術があればあるほど曲作りも楽しいと思います。総じて言うと、軽くて充実、またハイドンの4人の対話をたくさん楽しめる曲です。というわけで、エンディングです。まさに迷路快活。しかも軽いから何度でも聴いていられそう。充実感に溢れた曲ですよね。機会があれば、ぜひ生演奏も味わってください。それでは解説はここまでとします。また動画を作った時は見に来ていただけると嬉しいです。今回のより詳しい内容はブログに載せているので、よければ概要欄からご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。